2018年9月、北海道胆振東部地震での多数の崖崩れと液状化、そして8月には超大型台風による空港水没、7月には豪雨災害で大規模な水害が起こりました。毎月のように自然災害に見舞われる日本列島、そして皆さんには忘れることのできない3.11東日本大震災。こうした災害が起こるたびに皆さん耳にする想定外という言葉、でも本当に想定外だったんでしょうか。もしそうなら、想定内であれば私たちの命や財産を確実に守ることができたんでしょうか。自分たちの対応力に超えた災害が起こるたびに想定外という言葉でごまかす。想定外は見込みの甘さ。想定外という言葉は決して免罪符ではありません。防災とはまさに被害から私たちの守ること。しかしその防災にもまださまざまな課題があります。財政的な課題もある、法的な課題もある、時間的な制約もある、そして技術そのものにもまだ課題がいっぱい残っています。しかしだからといってもうハードで防ぐことはできないから、これから先はソフトの対策で減災で頑張りましょう。皆さんそれで安心して暮らせますか。例えば社会基盤施設、防災に関わる土木施設を諦めて、これからは避難訓練や水や食料の備蓄で災害を防ごう、被害を減らそう、それで安心して暮らすことができるでしょうか。減災というのは決して防災の第二の策ではありません。私たちエンジニアは政治家や行政ではありません。技術の世界ではどんなにハードルが高くてもすべての命を、すべての財産を守ることを目標にしています。そこに暮らす人々や社会のために一体どんなことができるのか、それを考え続けるのが土木工学です。土木工学は決してそれを注文する人、消費者、たった一人のクライアントのための工学ではありません。私たちの身近なところに暮らす人々、大多数の人が満足して、そして嬉しいと思えるような構造物、そしてそれをもって私たちの生命や財産を守ってくれる、それが土木工学の一番いいところです。そこには幸せの最大公約数という考え方が息づいているのです。